もし殺人がやむを得ない時があるとして、あなたはそれをどんな時だと思いますか？2021年7月27日、アメリカインディアナ州ラポート。セリーナ、起きて。深夜、15歳の少女セリーナの寝室に母テッサロニカ・アレンの声が響きました。慌てた様子で娘を揺り起こしたテッサロニカはそのまま自身の寝室へ彼女を引っ張っていきます。そこにあったのは毛布に包まれた大きな塊。その中身はすでに冷たくなり始めている夫ランディ・アレンの遺体でした。早く運ぶわよ。10代の娘と息子と協力し夫の遺体を運び出そうとするテッサロニカ。あまりに異様な光景ですが、子供たちは何も言わず彼女に従いました。そう、彼らにはたとえ殺人に加担したとしても従わざるを得ない事情があったのです。その事情とは、夫の遺体隠蔽を子供たちに命じる母親。あまりにも残酷な殺人を前に子供たちが従わざるを得なかった理由とは？子供たちを本当に愛していたのは父と母、どちらだったんでしょうか？おさすけちゃんです。やみやみこーです。最近ネットフリックスでも話題の九条の大罪って知ってる？サムネイルだけ見たことある。見た？私ちょっとドラマは見ずにね、漫画の方にハマっちゃって、闇金牛島くんを描いた人と一緒なのよ。どんなストーリーなんですか？簡単に言うと、主人公は弁護士なんだけど、悪徳弁護士って言われてるのね。ただその悪徳弁護士にも正義はあって、何が正義で何が悪かってね、私たちも普段アルゴメトリーで取り扱ってるような、同じ視点が漫画の中にあってすっごい面白いから、ぜひ見てみてみんなも。今回はアメリカで起きた衝撃的な殺人事件をご紹介します。犯人は夫を殺害した後バラバラにするんですけど、彼女曰くね、家庭内の複雑な事情があったから、これやむを得なかったって主張してるんです。やむを得ずでバラバラ殺人なんてありえなくない？普通に考えて。その事情って大体どんな事情なわけ？まあ普通だったらそういう感情になると思うんです、皆さん。ただね、一旦本当にそんなことがあり得るのか、彼女の話を聞いてみてね、僕らもそうですけど、皆さんなりにも判断していただければと思います。仕方がなかった。2021年7月29日、アメリカインディアナ州ラポート。夜遅く、石造りの2階建てのアパートの前に1台の車が止まった。車内から姿を現したのは一組の男女。女性はそのアパートで暮らすテッサロニカ・アレン。隣を歩く男性は元恋人のロリー・ウォーカーだった。ランディが子供を殴ったって本当なのか？眉間にシワを寄せテッサロニカに問いかけるロリー。テッサロニカの4人の子供のうち1人はロリーと交際していた頃の子だったため、警府から虐待されていると聞き、彼はすぐに呼び出しに応じたのだ。部屋へ来れば事情はわかるわ。テッサロニカはそうとだけ告げ、その家のとある一室へロリーを誘導する。ここは子供部屋じゃないのか？ロリーが通されたその部屋は15歳の長女セリーナの部屋。テッサロニカは何も言わず、その部屋のクローゼットへ歩みを進める。その扉を開けると、そこには男性の遺体が入っていた。毛布に包まれた状態でクローゼットに押し込められていたその遺体はテッサロニカの夫ランディ・アレンのもの。子供や私に暴力を振るってきて仕方なかったの。それで遺体の処理を手伝ってほしいの。テッサロニカは真剣な眼差しでそう訴えますが、できるわけないだろそんなこと。俺は帰る。ロリーが応じるはずもなく、テッサロニカは彼が暮らすミシガン州まで車で送り届けることに。その車内で彼女は苛立ちをぶつけるかのように凶器の拳銃をロリーの膝の上に投げつけたといいます。持っておくなり売るなり好きにして。テッサロニカはそう吐き捨てると、元恋人のロリーを下ろし足早にその場を去っていきました。翌日ロリーが警察へ通報し、彼女はホームセンターへ買い物へ訪れていたところを逮捕されるのです。子供の虐待が理由でね、そうやって殺したんだったら正当防衛の理由もあるかもしれないけどさ、15歳の娘のクローゼットに死体入れてるって、これはどうなのよ。他に隠す場所がなかったのかもしれないんですけど、それにしてもかわいそうですよね。警察が家宅捜索を進めると、15歳の娘セリーナの寝室のクローゼットから夫ランディの遺体が発見されます。遺体は切断されており、胴体はプラスチック製のコンテナに、両足はゴミ袋に入れた状態で隠されていました。左腕にも切りつけた形跡がありましたが、切断はされておらず、女性の力では限界があったのかもしれません。このほか警察は肉片が付着したナイフ、血液反応のある掃除機、血のついたジーンズなどを押収。さらに壁や家具などにも血痕が残っていました。このように現場の状況を見ても殺人に関して言い逃れは不可能な状態。そのためテッサロニカはすぐに殺人の事実を認めたのですが、一方でその行為にはやむにやまれない事情があったと話します。
子供たちが夫に殴られたというので彼を問い詰めたんです。そしたら怒り出して息ができなくなるほどに首を絞められました。それで一度離された後また彼が襲ってきたので撃ってしまったんです。テッサロニカは長らく夫からの肉体的性的な暴力に悩まされていたといいます。彼女と夫のランディは知り合って1ヶ月で結婚した中、お互いに見えない部分もある中一緒に暮らし始めたのでしょう。そして蓋を開けてみれば、ランディはテッサロニカや4人の連れ子たちに暴力を振るうようになったと彼女は語ります。後から被害を取り下げてはいるものの、一度はランディに対し DV やストーカー被害で訴えを起こしていたほど、テッサロニカの殺人は苦痛に満ちたその結婚生活の末の悲劇に思えたのです。出会って1ヶ月で結婚した仲だったらさ、そりゃあね、こんなはずじゃなかったって一緒に暮らしてみて分かることもあるとは思うんだけど、どうしても逃げらんなかったのこいつからは。ここまで聞いてて、娘のクローゼットにね遺体を入れてたり、ちょっと普通に考えたらおかしいんですよ。なので捜査が進むにつれね、不審な点が次々と出てくるんです。悪魔はどちらか。夫ランディからの長きにわたる DV、 そして子供に対する虐待に耐えかね彼を殺してしまったと語ったテッサロニカ。そう聞くと情状酌量の余地もあるように思えます。一方で警察の事情聴取に答えた長男のデショーンはこう言いました。お父さんは僕たちに暴力なんて振るってません。さらに事件当日、テッサロニカは自分も夫に暴力を振るわれたと話していますが、同じ家にいた子供たちは揉み合いのような音は聞いていないと言います。また警察がテッサロニカの体を確認したところ、事件の日に負ったとみられる傷は見当たらず、暴力を振るわれたという話はより怪しくなってくるのです。このほかテッサロニカは彼が襲いかかってきた際に恐怖のあまりに発砲したと話していましたが、その話にも矛盾が出てきます。司法解剖の結果、ランディが彼女に撃たれた際の体勢はとても襲いかかろうとした時のものとは思えないことが分かったのです。なぜなら彼は撃たれる際、床に身をかがめていたから。弾丸は少なくとも90センチ以上離れた位置から下向きの軌道で放たれ、右腕と胸、腹部を貫通し脊髄に達していました。その状況から夫ランディはテッサロニカを襲ったというより、むしろ身を守ろうとした際に撃たれたと思えるのです。夫ランディの兄弟によれば、彼は確かにテッサロニカとうまくいっていなかったと言いますが、その関係性を改善したいと考え常に悩んでいたと言います。子供たちに関しても血のつながりこそないものの、学校の宿題を見たり、休みには一緒に釣りに出かけたり、実の父親のように振る舞っていました。一方、どちらかといえばテッサロニカの方が周囲からは敬遠されており、友人や親族は極度に嫉妬深いその性格に言及しています。このように子供たちの証言や現場の証拠、周囲の評判から見て、ランディとテッサロニカどちらに非があるかは明白だったのです。減刑のために DV をでっち上げたってことこれ、それだったとしたらさ、事件の前から DV で訴訟を起こしてたりしたってのはどういうわけ？それはおそらく夫を悪者にして家庭内で優位に立つためだったんです。というわけで本日のメトラキーワード、強圧的支配について。強圧的支配とは、殴る蹴るのような直接的な暴力ではなく、相手の自由や評判、行動の選択肢を握ろうとする支配的行動のこと。以前からテッサロニカがランディに対し DV やストーカーで訴訟を起こしていたのは、この強圧的支配の一部だと考えられます。彼女は身を守るためではなく、先回りして相手を危険人物に仕立て上げ、自分が優位に立つために虐待を訴えていた。子供たちの虐待などされていないという証言から、テッサロニカの訴えにはそうした家庭内での主導権確保の意図があったように感じるのです。2018年のアメリカの研究によれば、強圧的支配を受けていた女性のうち身体的暴力を伴っていたケースは 42.9%、 性的暴行も4人に1人とされており、その支配関係がどれだけ深刻な影響をもたらすかを物語っています。夫の暴力からね、子供たちを守るためっていうね、テッサロニカの主張は崩れたんですけど、事件のね日に一体ね、何が本当に起こっていたのか。冷酷な命令。2021年7月27日、その日も夫のランディはパソコンを使って子供たちの宿題を見ていました。食品製造会社へ勤めながら合間を縫って子供たちとの時間も積極的に作っていたランディ。子供たちは優しく面倒見のいい彼のことが大好きでした。しかし同時に子供たちはランディが少しずつ荷造りをし始めていることにも気づいていました。そう、テッサロニカとの関係に悩んだ彼はもはや限界で別居を考えていたのです。そしてこの日、ついに決定的な出来事が起こってしまいます。これはどういうことだ？パソコンを操作していたランディは、そこに表示されていたテッサロニカの SNS の内容に凍りつきました。夫のランディが何を見たのか詳しくは明かされていませんが、この時彼はテッサロニカの浮気を察したのです。
もう限界だ。俺はこの家を出ていく。寝室へ向かうとランディは妻のテッサロニカに対し語気を荒げてそう言った。これまで何度も彼を言いまかしてきたテッサロニカ。しかし今は完全に自分に非がある状況に動揺していた。くそ、これじゃ私が悪者みたいじゃない。そうやって取り乱す中、彼女がとっさに手に取ったのは夫と共同で所有していたハイポイント社製の拳銃。あんたはどこにも行かせないわ。何をする。やめろ。唐突に向けられた銃口にランディは身を伏せるが、夜の静寂の中響いた一発の銃声。駆けつけた子供たちは血を流し倒れている警部の姿にただ震えていた。助けてくれ、死にたくない。その目に涙を浮かべながら子供たちの方へ手を伸ばすランディ。しかし通報しないで。子供たちが動こうとするよりも早く、テッサロニカの怒声と怒りに満ちた表情が彼らを制した。このまま血を流させて殺すんだよ。冷たくそう言い放った母親を前に子供たちは身動きもできずにいた。これあまりにもひどすぎるわよね。死にたくないってさ、助け求めてるお父さんを見殺しにしなさいって子供たちに言ったわけでしょ。血のつながりはなかったとしても、優しくしてくれたね、ママ父が目の前で殺されたらね、もう本当にトラウマどころじゃ済まないっすよ。テッサロニカは強圧的支配でランディを縛り付けようとしましたが、彼はその支配を断ち切り家を出て行こうとしました。人一倍嫉妬深く支配欲の強いテッサロニカ。彼女は自分の浮気がバレ、立場が揺らいだことに取り乱して引き金を引いたと考えられるのです。またランディが助けを求めても子供たちが動けなかったその状況から、テッサロニカの強圧的支配は子供たちにも及んでいたように感じます。彼女は子供たちも含め、その家の中で自分には絶対に逆らえない支配構造を築いていたのです。そしてこの後テッサロニカは子供たちに対してさらに絶対に許されない行動に出ました。身代わりの我が子。夫のランディが亡くなった後、テッサロニカはあなたたちには関係のないことと言い、子供たちを部屋へ戻しました。しかしそうかと思えば、深夜に長女のセリーナと長男のデショーンを起こし、遺体を運び出すのを手伝わせようとします。ただ女性と子供2人の力では大柄なランディを運び出すことは叶わず、遺体を長女セリーナの部屋のクローゼットに隠すことに。さらにセリーナに対しテッサロニカは言います。床の血を掃除しなさい。こうして母親の命令に逆らえない子供たちは遺体隠蔽の片棒を担がされたのです。その後テッサロニカはホームセンターで薪割り用の斧を購入。元恋人のロリーに遺体の解体を手伝わせようとしますが断られたため、自分でランディの両足を切断しました。またこの時テッサロニカはロリーに凶器の拳銃を渡していますが、この行動は彼に罪をなすりつけようとしてのものと推測されています。さらにこの他にもテッサロニカは信じられない隠蔽工作をしました。テッサロニカは長女のセリーナの枕の下にずっと前から書き溜めていた犯行計画のメモを仕込んだのです。夫の車に銃と薬物を仕込んで職場に報告する。顔に排泄物を吹きかけハンマーで右膝を叩いてナイフで刺す。知人に頼んで遺体をサウスベントへ運ばせ、自分はアパートでパソコンの履歴を残してアリバイを作る。それらが以前から書き溜めていたものだとすれば、テッサロニカは夫を陥れるタイミングを長らく伺っていたことになります。子供に遺体の処理を手伝わせ、さらに計画のメモを利用して罪を着せようとするその行為は親として絶対に許されないものでした。いやマジでなんなのこの女は。子供のこと道具としか考えてないじゃないのよ。自分のことしか考えてないわよね。毒親っていう例えじゃ足りないぐらいね、本当に最悪の親ですよね。裁判においてテッサロニカはランディが子供を攻撃したと主張し続け、自身の行為を正当化。彼が襲いかかってきたために発砲したという供述も曲げようとしませんでした。弁護人は過失致死もしくは激情による殺人だと言い、計画性を伴った故意の殺人ではないと主張。過去に DV やストーカー被害でランディが起訴されていたことも持ち出されました。しかし検察はテッサロニカが後から申し立てを撤回していることについて、 DV やストーカーが嘘だと露呈するのを恐れてのことと指摘。さらに子供たちの証言もあって、テッサロニカの殺意が裏付けられていきます。テッサロニカの体に目立った傷がなかったこと、夫のランディが荷物をまとめて立ち去ろうとしていたこと、それらの状況からランディが攻撃者だったとは思えず、故意の殺人ではないとするのは無理があるとされたのです。また裁判官はテッサロニカが子供たちが夫に殴られたことが原因と説明したことに対し、子供にまで責任を転嫁する言動だと厳しく糾弾。2023年9月29日、犯行の計画性、
て反省の欠如、子供たちへの心理的負担を考慮し、禁錮63年の判決を言い渡しました。この判決は控訴審でも支持され、2024年11月14日に確定。法廷では被害者ランディの遺族からテッサロニカに向け悪魔めという罵声が飛び交う場面もありました。すると彼女はこう返したと言います。彼もそうだったわ。そのやり取りはやはりテッサロニカに反省など微塵もないことを示唆しました。ちなみにランディの親族によれば、彼はたとえテッサロニカと破局しても子供たちとは離れたくないと話していたといいます。ランディはその結婚生活の中で、たとえ実の母親だとしてもテッサロニカに子供たちは任せられないと暗に思っていたのかもしれません。今回の事件は単に夫婦仲の悪化によるいさかいではなく、テッサロニカによる支配の構造が家族全体を巻き込んだ事件でした。強圧的支配は時として殴る蹴るのような目に見える暴力よりずっと恐ろしい側面を持ちます。相手を先回りして悪者にし、逆らえない空気を作り、何が事実かまで握ろうとする。そうした目に見えない支配の積み重ねからこの事件は起こってしまったのかもしれません。あなたは身近な相手との関係の中でそうした支配的な圧力を感じたことはありませんか？